思うんだけどね。可愛くないこれ。化粧水を使います。なんかテクスチャーはサラサラなんだけどしっとりするみたいな化粧水で、乾燥肌の私にとってはめちゃくちゃ助かる化粧水です。パックをします。このメディキューブの PDRN ピンクビタコーティングフェイスマスク。前も動画で紹介したんだけど、パックをするときはやっぱり美顔器を使うようにしています。モードはこのマスクモード使って、私はレベル3ぐらいでやることが多いから。前回の動画でこれを紹介してからもずっとパックをする時とかも美容液を振動させる時とかも美顔器を使うようにしています。見て、肌めっちゃいい感じ。朝から今絶賛ダイエット期間で、本当にでも昨日ね、美味しいお寿司を食べに行ったの。やっぱ外食、友達とさ外食する時はダイエット一旦忘れるって決めてるからめっちゃ食べたのね。だから今日はちょっとリセットしようと思ってヨーグルトにしました。みんなはゴールデンウィーク何しましたか？私はディズニーに行きました。私はランドが好きなんですよ。っていうのも、絶叫が苦手なんですね。ジェットコースターとか。やっぱランドは比較的全部乗れるし、なんかランドの空気感も好きなの。だけど久しぶりに C 行ったら、C の夜の夜景めっちゃ綺麗で、なんか C ってちょっと大人なイメージがあるんだけど、自分大人になったんかなとも思った。朝からはちょっとディズニー行けないから3時からのパスで行ったんだけど、ゴールデンウィークの中日だったからめちゃくちゃやっぱ人が多くて、どの乗り物もなんかもう200分待ちとかやばくない？早く入れるパスをめっちゃチェックしてたの。でたまたまパッて見た瞬間に「アナ雪」があって、たまたまねチケットがですぐ買って行ったんだけど、本当にもう一番感動しました。ディズニーの乗り物の中で子供の頃と大人の頃で乗り物
乗るとまた違うよね。子供の時は「わあ花だ」とか「わあ楽しいわすごい」だけど、私は今乗ってみてこれどうやって作ってるんだろうとか、これ作るのにいくらかかったんだろうとか、なんかそういう視点になったんだよね。すごい、だからそれもある意味めちゃくちゃ楽しかったし、クオリティがやばいですね。でも私さ、めっちゃ夢なのがあるの。アメリカのディズニーのカーズにめっちゃ乗りたくて、あれを夜に乗るのが夢。私の夕方ぐらいに乗るのがもう私の夢で、なんかさ、私結構さ、海外行ったことないんですよ。今のところ韓国とグアムしか行ったことがなくて、本当に私のさ YouTube のコメント欄って本当にたくさんの国の方が見てくださってるからさ、なんか皆さんが住んでる国に行ってたまたま道で会ってとか、もしあったらめっちゃいいなとか思っちゃうんだよね。やっぱ日本でなかなか皆さんと会うことって難しいかもだけど、海外でお仕事するのも一つの夢になった。 YouTube を通してできた夢なんだけど、なんかさ、もうすぐさ6月じゃん。梅雨来るじゃん。梅雨本当に嫌いなのね。梅雨の時期になると気温とか湿度の関係で肌がめちゃくちゃ荒れるのね。で今もう急に暑くなったりとか気温が高くなったり、なんか季節の変わり目が一番なんか肌にすごい出るんだけど、同じ悩みの子いないかな。なんか毛穴とかもなんかめっちゃ気になるんだけど、肌荒れがすごい。今年26歳になるから肌年齢だけはでも若くいたくてスキンケアめっちゃ頑張ってるこっちか。よいしょ。じゃん。メイクはしていけない。大好きなメリキューブさんのスキンケアを使っていきます。もう私の YouTube に何回も登場させていただいているメリキューブさんなんですけど、新しいスキンケアラインが出たみたいで、このグリシルグリシンっていう新しいスキンケアを一足先にいただいて使用してみたんだけど、めちゃくちゃ良くて、こんな感じでズーって垂らしてブースターモード2倍のやつで浸透させていきます。今日は結構大事な撮影の日なのでしっかり美顔器を当てます。私はメリキューブさん大好きなので、こんな感じでメリキューブさんのアイテムがお家にたくさんあるんですけれども、その中でも本当に最近使用したこのグリシルグリシンのセラムが特におすすめで、これがめちゃくちゃ良かったです。私は季節とか肌のコンディションとかに合わせてスキンケアをこう変えていくんだけど、正直これを手に取っちゃうぐらいめっちゃいい。その季節とか関係なく、朝とか夜とか関係なくこれ使ってる。私の肌質的に乾燥肌で、あとは毛穴がすごく目立つのね。だからその毛穴に悩んでて、このセラムが毛穴救世主って呼ばれるセラムなんですけど、毛穴に特化した美容液ってさ、ナイアシンアミドとかレチノールとかビタミン C とかなんかいろいろあってさ、使い分けるの大変じゃん。でこのセラムにはもう全部入ってるからいろいろ揃えるのお金かかるし、このセラム持っとけばいいやと思って最近ずっとこれ使ってますね。本当に私なんかこのセラムに全部入ってるならむっちゃ楽。これ使えばいいから今美容液を塗ったお肌がこんな感じなんですけど、保湿はこのメディキューブの PDRN のクリームを使います。この水分クリーム私動画で何回登場したかなってぐらい普通にリアルにめっちゃ使ってるんですけど、ちゃんと朝この水分クリームを入れることによってファンデーションののりが違うし、あとね時間が経っても崩れにくくなるのよお肌が。なのでめちゃくちゃおすすめだってさ、これ今塗っただけでもさツヤ感が増したくない？めっちゃ肌のこうやって土台からしっかり整えることを最近はすごい意識して
います。やっぱ暑くなってさメイクがよれやすくなっちゃうから、ちゃんとメイク前のスキンケアをするとしないとじゃ全然違うけん、ちゃんとするようにして、よれとかメイクよれとか毛穴の落ちとかも軽減されるので、サボらずにちゃんとしてます。というか私みんなに感謝したいことがあって、本当にコメント欄があったかい。本当にすごくこれは毎回思うんだけどね、本当にあったかいなって思うし、救われてるんです。すごく私そういう言葉とかめっちゃ鮮明に覚えてるんだけど、この間すごい嬉しいコメントがあって、それがすーちゃんの声って落ち着く声だから、海外の視聴者さんとかも日本語を勉強しやすいのかなみたいなっていうコメントが来てて、なんか私声がコンプレックスだったのね。低いからもっと可愛い声になりたかったなみたいな、まあないものねだりというか、自分の声をそんなに長所として思っていなかったんだけど、それを見た時にすごい嬉しくなって、自分がコンプレックスだと思って気にしていた部分をみんながそうやって褒めてくれると自信につながるんだよね。そうやって言ってくれたけん、なんか自分の声を好きになれたというか、こういう長所として受け取っていいんだっていう風に思わせてくれたから、みんなが本当に本当に響いてるみんなのコメントが。それこそ私笑顔とかも好きじゃなくて、自分の笑った顔とかを好きじゃなくて、だから幼少期の写真とか、まあ気にし始めたのが小学生中学生ぐらいなんだけど、あんまり笑ってなくて、写真を見返しても。でもそれも YouTube を始めて、笑顔が好きですとか、もっと笑ってほしいとか、なんかそういう意味でみんなのコメントって本当に私のモチベーションになってるし、響いてます。すごくなんかね、本当に、まあ、こういう性格やけん、嫌なコメントを見たら見なくていいって分かってるし、気にしなくていいって分かってるのに、そのコメントが頭から離れなくなっちゃうのね。でも逆もしかりで、いいコメントとか嬉しいコメントを見た時、それも頭から離れないし、こうやってすぐパッて言われた言葉が出てくるぐらい私の脳の中にはそう刻まれているのね。あんまりそういうね嫌なコメントの話はねあんまりしたくないんだけど、この間って思ったコメントがあって、なんか YouTube のコメントで、なんかインスタグラムのすずちゃんが好きだから、それをインスタグラムのすずちゃんを YouTube に出してほしいですって言われたのどういうことみたいな、まあ、多分顔が違うっていうご指摘のコメントかなって思うんだけど、そうなんかねちょっとすごくってなっちゃって、確かにインスタと顔が違うのはもうもちろんって感じだし、インスタグラムの写真のすずとかは理想のすずに唯一ならせてくれるから、加工とかって。だからまあもちろんその加工はさせていただきたいし、そうインスタグラムのすずを出すってわかんないから、自分の中でもだけどインスタと YouTube は違うよ、 YouTube は本当のすずだよっていうことで始めたけんさ、なんかそういうコメントとかもね、まあ、本当にたまにねいただくから、本当にねインスタだけはね加工させてほしい。あとなんか最近すごいルッキズムじゃない？みんななんていうの、人の顔に対してここをやった方がいいとか、なんかこれをこうした方が可愛くなると思うとか、指摘しなくてよくないって思っちゃうんだよね、そういうコメントを見るたびに。なんか9年間 SNS でこういう活動をしてきて、やっぱりどんどん変わっていってる SNS のやり方というか、なんか全部発信するのが正義みたいなところもあるし、なんか難しいから、だから私さ TikTok とかはちょっと苦手なのね。最初はすごい頑張ってたんだけど、それでなんか嫌になって全 SNS をやめるまで行きそうだったから、自分がだから
苦手な SNS はあんまり無理してしないっていう方向を選びました。はい。なんかうまくこの時代の SNS と向き合っていかなきゃいけないなと思って、なんかこうやって言われちゃうのも仕方ないのかもしれんけど、人間だよ鈴だって思う時はやっぱあるし、やっぱね、顔の指摘のコメントをされるとすっごい気になっちゃうの。やっぱり自分のここが良くないのかなとか、これやった方がいいのかなとか思っちゃうから、すごいそれが嫌まあでもそんなコメントも私のファンの子が書き消してくれるぐらい本当にあったかいコメントで溢れているので、みんなのおかげで続けられてます。 SNS ありがとうね、本当に。ねえ、可愛くない？これ櫛なんだよ。これさ X でめっちゃ話題になってたんだけど、櫛になってるの。これで髪の毛を溶かす。かわいいなんか形がめっちゃ可愛いから持ってるだけでめっちゃテンション上がる。かわいい。どう？私今日のメイクめっちゃ好きなんだけど、メイク取りがやっぱめちゃくちゃいいね。ちゃんと土台をしっかり作ったからメイクも多分崩れにくいし、めちゃくちゃいい感じ。私的に化粧品選びもめちゃくちゃ大事なんだけど、私的にやっぱこのメイク前のスキンケアがめちゃくちゃ大事だと思います。じゃーん、今日はストレートにしました。エクステがすごい長いんだけど、めっちゃ長くない？スーパーロング。今回動画で紹介させていただいたメディキューブさんなんですけど、こちらの企画ボックスを紹介していきたいと思います。パッケージもめっちゃ可愛い。こんな感じでグリシルグリシンセットが入っています。グリシルグリシンの粉、グリシルグリシンのセラム、メイク前に使っている水分クリーム、このメディキューブの PDRN ピンクビタコーティングフェイスマスク、プラスギフトが2種類ついてくるんですけど、こちらのギフトが2つついてくるんだけど、これがクレンジングフォームで、こっちがむき卵肌パックで有名なコラーゲンナイトラッピングマスクなんだけど、これがついてきます。企画ボックスとギフト2種類になります。今回のこの企画ボックス、これが全部で6種類で5990円なので、かなり安く、そしてお得にゲットできるチャンスなので、皆さんよかったら概要欄とかチェックしてみてください。メディキューブさんでここまで下がることってあんまりないから、めちゃくちゃお得に買えると思うので、よかったら皆さんチェックしてみてください。で、デニムは最近めっちゃ履いてるアクネのデニムと、靴は赤いヒール。日焼けが嫌なので日傘も持っていきます。あ、もう汗かいてる。